こんにちは、よもぎわ中野です。今日はですね、大工の基礎を学ぶシリーズから、道具学のカンナ、この小カンナの使い方についてお話をしたいと思います。以前にカンナの仕込み方というこのカンナを、使うまでにセットアップするという動画を作ったことあるんですけど、1時間半ぐらいあるんですよね。めちゃくちゃ長いっていう、はい、もう自分でもちょっと見切れないなっていうぐらい長いんですけど、やっぱりカンナって仕込みが8割と言われていて、仕込みがすごい難しいって言われてるんですね。だからすごく長くなっちゃったという感じです。カンナの使い方について説明してなかったなと思いまして、で実際にどうやって使うのかというのをですね、簡単にご説明できればなと思っております。僕がいつも持ち歩いているのはこの小カンナ、この2台をいつも持ち歩いています。でこっち側が 42mm とこれが 30mm ですねのカンナです。でこっち側が既製品の 42mm が既製品で人作という商品ですね。であと自分でここに真鍮の板を入れてるという感じです。でこの真鍮の板入れてるのは小カンナって基本粗カンナで成形に使うんですね。なのでこういった細いものとかを削ったりとか、あと板の面を取ったりとか、例えばこういう面を取りますよとかっていうことを、角を取りますよっていうふうになると、どうしてもこの真ん中だけすごい摩耗が早いんですよね。なので、摩耗早いのを防ぐためにこういった真鍮を入れてるという感じです。30mm の方はですね、リサイクルショップで見つけてきた、多分ソリガンダだったと思うんですけど、ソリガンダの刃を抜いて台は自分で作ったという感じです。あとここに真鍮もこれも入れています。でこの2台の使い分けとしては、一番切れなくなった時のバックアップというのが一番意味合いとしては強くて、あとはこっち側が裏型がついている、こっち側は一枚刃っていう風になっているので、逆目が起きそうなところとかはこいつでやりますし、コンパネだったらどっちも大して変わらないので、ザクザクもうたくさん削れるというところがこっち側を手にするところが多いですかね。あとはこっちの方が小さいので、その R のきついところとかはこのちっちゃい方で、大きい方は平らなものをなるべく、扉とかの調整の時とかはこっち側を使うことが多いかもしれないです。はい。いずれにしても切れなくなった時のバックアップという意味合いが強いですね。ではですね、実際に、この大きい方のカンナの方が見やすいので、こちらで説明したいと思います。刃の出し具合とですね、あと実際どれぐらい削れるのかというような、どれぐらい出したらどれぐらい削れるのかというようなところの説明と、あとは実際に R の部分ですね。丸い部分とか、くぼんだ出た丸とくぼんだR と、あとは面を取るとか、そういった成形で使うようなところを実際に削ってみるというのをやってみたいと思います。でカンナはやっぱりなんでしょうね、実際にやっていただくのが一番いいかなと思いますので、一回こうやって使うんだなっていうのを分かっていただければ、あとは自分でやっていただければすごく感覚的な道具なんですよね。すごい特にひらがんなで表面を仕上げるのとは違って、あらがんなで成形で使うようなこの小カンナってすごい感覚的に削るような部分が僕は多いかなと思うので、はい。そこがまた楽しいところなんですけど、仕込みにそんなに気を使わなくていいですし、ザクザク削って好きな形にどんどん落とし込んでいくたりとか、あとはぴったりつけるためにちょっとずつ削ってピタッて調整するとか、そういったところも使っていってほしいかなと思います。イメージとしてはですね、5ミリから 0.1 ミリぐらいを調整する道具というイメージです。で、機械だとリスクが高すぎるとか、あとは調整しきれない。でも紙やすりだととてもじゃないけど無理ですみたいな時とかにすごくあると便利な道具だと思います。大工だと現場に仕事は基本現場でやるので、ルーターテーブルがあるわけではないですし、昇降板とかがあるわけではないので、今の現場の限られた道具の中で細かい調整をするといった時にすごく有効だなというふうに感じています。なのでそういう意味だと DIY で物を作られるという方も、何か大型な機械とかがなくてもですね、こういうものを使ってちょっとずつ調整していくとかで、また調整していく感じもまた楽しいんですよね。小カンナって削ってる感覚とかもですね、次週によっても違うんですよ。同じ広葉樹でも奈良とタモだと削ってる感覚も削れ方も違いますし、あと削ってる時の音とかもですね、厚く削った時と薄く削った時でまた音も違うし、そういった楽しい楽しい道具なので、ぜひ使ってみていただければと思います。はい、では早速刃の調整のところですね、そこからまずご説明したいと思います。今刃が出てない状態です。こういう風な
刃が出てない状態です。でここから刃を出していきます。はい、これが刃が出た状態です。これですね。ここからこれまでが刃が出てると、この黒い線ですね。これが刃が出ている状態です。これだとまあ出しすぎですね。今見えるでしょうか。これが髪の毛です。だいたい刃と同じ位置にあるんですが、髪の毛より少ない、髪の毛の半分ぐらいですかね、出てるのが。まあ、だいたい普段使うとしたらこれぐらいですね。その調整するという意味で髪の毛半分ぐらい出てる状態ですね。でこういった平らなものを削るにはちょっと出過ぎかなっていうぐらいだと思います。まあでもこれぐらい出したらどれぐらい削れるのかというのを一回見ていただければと。そうなんですよ。この髪の毛半分って結構厚いですからね。だから髪の毛半分ぐらいでもこれぐらいの厚いものが削れるという感じです。でもこれってもう 0.1 ミリとんでもないより全然薄いので、調整するというその小カンナとして調整するっていうぐらいだと、まあ、これぐらい出して使うようなイメージかなと思います。逆にこれぐらい髪の毛半分ぐらい見て出てるけど全然削れないっていうのは多分逆に台がおかしい、なんかどっかが出っ張ってるっていう感じだと思います。今ぐらい出してですね。だから本当にカンナの薄削りのやつの本当目で見えるか見えないかぐらいの感じなので、まあ、ちょっと多分カメラだと映せないと思うんですよね。まあこんなもんですかね。はい。まあでも今のこれぐらいの薄いものでもうカメラで見えるかな。まあ多分見えないと思うんですけど、この奥に多分見えないと思うんです。さっきのまあちょっとカメラだと難しいかもしれないですけど、本当これぐらいですね。もう見えるか見えないかぐらいの黒い線、これぐらい出てて、さっきの今のやつで大体これぐらいの薄さってことですね。大体それぐらいのものが削れるというようなイメージです。まずカンナの刃の抜き方ですね。抜き方はここを押さえて、ここを指で押さえながら、ここですね。ここを叩きます。ここではないですね。ここを叩いてしまうと台がパカーンって割れやすいです。なのでこのライン、このラインを叩いて抜いてください。でこの時に刃を裏座を特にですね、押さえない、指で押さえないでこうやって叩くとこうやって落ちたりするんですね。なので抜く時はこうやって指で押さえながらこうやって、でこれで緩んだらあと手で取れますから、この指で、押さえるというのを忘れずにしてください。で刃を入れる時は本刃というこの大きい方の刃から入れます。でグッと入れて、まあ9割ぐらい、8割9割これ手でギュッと入れて、それから裏座もまあある程度ギュッと入れてあげます。はい、であと刃を先ほどのようにまあ髪の毛1本半分ぐらいまでちょっと出しますね。でこの左右片方だけ出てしまうとか斜めに出てしまうっていう場合はこういうふうにここ左右ここを叩いて左右に振ってあげます。で出しすぎたらここを叩いて引っ込めて、で裏座というここですね、これをこういうふうに締めていって、
ここ近くで撮りますか。今これぐらいですと。今これだと裏座の締めは甘いですね。ちょっとこここれで分かりますかね。この黒い隙間、黒いラインが、これをもうちょっと髪の毛1本分まで詰めると。これ見えるかますかね。ここの奥の黒いラインが裏座の詰めたぐらいですね。で表の刃は、これぐらい出てますよと。はい。でこれでさっき表面を削ったんですが、今度この面を取ると、この角を削りますというと、これぐらいですね。これぐらいの糸が出てくる感じです。はい。でこれで角が取れましたと。何ミリぐらいですかね。1ミリぐらいかな。両方こういうふうに面を取ってあげるという時はこういう感じの使い方になります。あとじゃあ、R ですね。丸いものを削るとか角を削りますよといった時ですね。例えばこういうこれ雪板というの型なんですけど、こういうスノーボードとソリの間みたいな冬で使うやつなんですけど、これ、たまに使って遊んでるやつなんですけど、これの型とかですねこれを削りますといった時は、こういうイメージですね。ここでこういうふうに巻いてあげる。だからジグソーでだいたい粗取りでバーッと切ってあげてから、これで、線のところまで微調整するとかで、あと細かい R の感じをこれで調整します。でこの出てる丸はこれでこういうふうに平でいけるんですけど、問題はここなんですよね。内側に沿ってる部分ってこれだと削れないんですよ。削れないんですよね。なのでそういう時は縦にして削ります。こういうふうに。わかるかな。こういうイメージです。こういうイメージ。だからもうこういう感じです。この時はもうちょっと刃出してあげてください。髪の毛1本ぐらい渡してあげて、するとこういうこの反ってる R ですね。10のところもこうやってちょっとここは厳しいかもしれないですね。ここの R それで削れるんですけど、もしもきつい場合はこういうちっちゃいカンナがあるとこういう R みたいなところはちっちゃいカンナの方がやっぱ得意ですね。こういう R 削り用の南京カンナっていうものもあるんですけど、こういうちっちゃいやつでもこれぐらいの R なら調整することができます。はい。あとはそうですね、大きく削りたいと、とりあえず幅と温度を調整したいんですっていう時は、髪の毛2本分ぐらい出して、で裏座もしっかり締めておけば、こんな感じで削れるし、音がいいですよね。なんかこの音いいですよね。結構好きです。例えばこういう棒状のものから楕円形のものを作りたいとか、なんかそういう時とかはこれぐらい出してですね、じゃあ削ってあげるとこういう坊主というか半丸みたいな、今みたいに削るとこういうふうにですね、半丸というかこの上丸くするようなものはですね、あれぐらいじゃんじゃん削ってあげると作れるという感じです。
あとこういう板と板をこうやって突きつけたいと、くっつけたいよといった時に隙間がありましたと言った時は、もう、紙の木1本分くらいとか、削りたい量をイメージして刃を出して、こんな感じでですね、削って、ちなみにこれタモですね。だからさっきとやっぱ削ってる音違うじゃないですか。はい。でこういうふうに、調整してあげるというような使い方をします。はい。あとはもう実際にやってみてですね、だからその刃の出し方で結構これぐらい厚く削ったり薄く削ったり、角取ってる時なんてすごい、1ミリまでいかないぐらいまで、出し具合で調整しながらですね、削ることができます。なので、薄く削るというよりは厚みを調整しながら形を作っていくためのカンナというイメージです。あとこういう椅子の背もたれみたいなものですね。これ昔僕曲げ木で自分で曲げてたんですけど、である程度曲げて、あと成形するときにこういうカンナでやったり、南京カンナでやったりもするんですが、これだとちょっとでかいですね。こういう時、そういう時にこういうちっちゃいカンナで、ジャリジャリジャリと。ベルトサンダーだとちょっと結構時間かかるし粉っぽくなるので、これでもうちょっと大きめに削って、大体近づいてきたなと思ったら、ベルトサンダーとかペーパーで細かく仕上げていくというような使い方をしたりします。そうです。あとカンナ、ちっちゃいカンナの時、こうやって引くだけじゃなくて、こういう使い方もしますね。引くだけじゃなくて、押す方向にこうやって、こういうような使い方も全然僕はします。こういうふうに持って。なんか、怒られちゃいそうですけど。仕上げカンナじゃないんで、こういうふうに。で、こっち側になったらこういうふうにやったりとか。というような感じで、はい、よく使います。だから30ミリが、その R とか、こういう R ものでやるんだったら結構30ミリのカンナいいなと思います。で、やっぱり42ミリあると、ちょっと丸ものっていうよりは、さっきのこういったものの面を取るとか、もうちょっと四角っぽい仕事をするっていうイメージがちょっと強いかもしれないですね。はい。ということで、カンナの使い方をご説明しました。なんか、ちょっとうまく伝わったかどうかはちょっとわからないですけれども、参考になれば幸いです。はい。ぜひカンナ楽しい道具なので、ぜひ使ってみてください。はい。では今日もありがとうございました。